こんにちは、あずさうさぎです。今日は我が家のこのキッチンで後悔してること7選をご紹介しようと思います。本当に気に入ってるキッチンではあるんですけど、もうちょっとこうすればよかったなとか、これがここにあったらよかったのにっていう後悔はあるので、これからキッチン作りをする方のお役に立てたらいいなと思っています。お時間のある方、最後まで見てください。それではどうぞ。まず一つ目、このキッチンの幅です。ここがね、このうち作ったのが長男がまだ1歳10ヶ月の時で、お家ができたのがね。で、この人まだお腹にいたんですよ。で、まだお腹にいたから、なんかその家族の4人の生活っていうのがあんまり思い浮かばなくて、家族みんなでこのキッチンに立つっていうことをあんまり想像できてなかったんですよ。この幅が今85センチなんですよ。85センチだと、ランちゃんだったら通れるけどね。ここをやっぱり引き出し出したりとか、後ろを大人が通るってなると、ちょっと狭くて、もう本当にあと5センチか10センチ広いだけでも、とての戻してください。5センチか10センチ広いだけでも、ちょっと家族で家事っていうのがしやすかったかなと思ってます。2つ目は、このコンセントの位置です。これがね、すっごく中途半端な場所につけちゃって、ちょっと高さのある位置にコンセントがあると、このコードがこういう風にピヨーンってなっちゃうの。ここじゃなくて、下につければよかったなと思って。でもいいじゃん、これでも。まあね、これでもいいんだけどね。バーミックスやったり、かき氷機やったりするときに使ってます。ケトルを今、ここのコンセントにつないでるんですけど、実はね、本当はここがコンセントだったんです。そこがね、コンセントだったんだよね。でもそこに挿すとコードがピヨーンってなっちゃうので、コンセントをこっち側に後から移設してもらいました。ここも穴開けちゃったから、じゃあどうしようかっていうことになって、このカバーとこのスイッチをダミーでつけてます。だからこのね、スイッチは何でもないんだよね。ね、何もなんない。だから何回でも押していい。そう。遊び用スイッチ。キッチンの後ろ側でバーミックスとかをやってるって言ったんですけど、本当はね、ここでやりたいのよ。本当はここでやりたい。でもここ使っちゃってるからできなくて、あとこうやって刺すのが結構大変で、だから本当はね、バーミックスとかミキサーとかそういうの用にこっち側にコンセントをつければよかったなって、それがすっごく後悔してます。電気関係って後からつけるのすっごく大変だからね、もう今もつける場所もないのよ。こういうところに増設できないのかなって思うけどね、こっち側に本当にあればよかった。これね、7年使ってて本当に未だに後悔してます。後悔ポイントその3、この冷蔵庫幅です。パナソニックの両開きのタイプを使ってるんですけど、この大きさをもってしても足りない。冷蔵庫の幅が70センチだ。子供が今9歳と7歳の男の子なんですけど、食べない方だと思うんですよ。それでも冷蔵庫本当に足りない。もう一回り大きいのを置けるスペースを作っておけばよかったです。後悔ポイントその4はこのクロスです。うち壁紙が家全体ビニールクロスじゃなくて、ほとんど本当に紙のクロスなんですよ。壁紙の耐用年数が6年って聞いたので、6年したら張り替えるのかと思った時に、ペンキの下地になる壁紙っていうのを見つけたんですよ。で、それならこの上から塗り直せばいいから張り替えなくて済むし、 DIY 的なことをやってみたいなと思ってこの壁紙を選んだんですけど、キッチンの周りは汚れる、拭けた方が良かったなと思います。こんぐらい。いや、そうでしょ、汚れてるんだよね。この汚れがやっぱり油跳ねとか調味料の跳ねとかがね、汚れてるよね。後悔ポイントその5はパントリーがないね。うち家が都内なので
ちょこちょここまめにスーパーに行くんですよ。で、車も使わないので、私免許も持ってないし乗れないから大量買いとかすることがないんですね。だから広いパントリーがあってもそんなに入れることないだろうと思ってわざわざパントリー作んなかったんです。通路のこっち側にスペースがあるから食材をストックするのに、例えばちょっとオープンの棚を買ってここに置いてもいいなとか思ってたんですけど、今ここが子供たちのお洋服コーナーになっちゃってて、ここが使えなくなっちゃったっていうのと、子育てしてる家庭のストックの量を舐めてたストックあった方が便利だよね。そりゃそうなんだけど、パントリーがないので、この結局引き出しにこうやってちょっとね、このために片付けるということをしなかったのでめちゃくちゃ汚いんですけど、ここのね一番下の引き出しを、こっちをレトルトとか食材コーナーにしてて、こっち側は調味料とか缶詰とかサバ A サバ B 材料にしてます。正直私その物の管理がそんなに上手じゃないので、あんまり広いパントリーがあっても賞味期限切れとかでダメにさせちゃうかなっていう、他の自信もなかったからパントリー作んなかったっていうのもあるんだけど、でもあった方が良かったな家も狭いからね、無限に場所があるわけじゃないので、それだけに場所を取ることもできないんですけどね、現実的にね。はい、公開ポイントその6は物の置き場所が少ないです。この調理スペースは割と広くて困ってはないんですよ。なんだけどこの後ろ側ね、後ろ側がちょっとランちゃん見えないよ、それじゃ後ろ側、ここが置く場所がすごい少ないんですよ。で、うちここが炊飯器になってて、お米を炊くときにここ開けるんですね。なのでこの上、ここに乗っけちゃダメ。そう、だからここに乗っけちゃダメなんですよ。ここだけしか家電を置けるスペースがないんですね。例えばね、ホットクックを買い足したいとかホームベーカリーを置きたいなって思った時に置く場所がないんですよ。それがね、本当はもうちょっと取れればな。でも本当家の場所は無限じゃないので、しょうがなかったといえばしょうがないので、今更ねやり直したところでなんとかなる問題でもないんですけど、子供の今洋服を置いてるスペースもそのうち子供が自分たちの部屋でお洋服管理するようになれば、そこにラックを置いてホームベーカリーとか置くってこともできるから、その日が来るまで辛抱かな。ただ子育て期間って結構長いなとね。聞いてなかった。あ、そう結構長いです。最後、公開ポイントその7はちょっとこのキッチン本体のことじゃないんですけど、コープの通い箱置き場を作らなかったことです。玄関でいいんですけど、子育てをするまでコープとかネットスーパーを使ったことがなかったんですよ。こんなのの置き場所が必要だったのねと。コープの通い箱って結構ね大きいんですよね。使ってる方は分かると思うんですけど、あれを玄関にいつも置いとくっていうのが結構ストレスで、置く場所もないので。とすると、そのコープの日に、コープが届く日に絶対家にいなきゃいけなくて自由に動けないし、そう考えると本当に通い箱置き場は必要だったなと思ってます。コロナ禍を経てネットスーパーとかそういう宅配を使う機会も増えたから、通い箱じゃなくてもそういう大きい箱を置いたりするっていうことが増えたと思うんですよね。皆さんもね、こんなになると思わなかったから、うちはそういう余裕のあるスペースを作っていなくて、ちょっと残念ながら毎回次の週になるまで玄関に置きっぱなしっていう状態に避けて通ってるんですけど、みんななってるので、お家建てる人はぜひそういうスペースで作った方がいいと思います。スペース必要だね、スペースは必要だよね。今日は我が家のキッチンで後悔していること7選をご紹介しました。本当にね、家を作る時じゃわからないことってあるので、ただね、やっぱりね、こういう自分の好きな色で好きな空間にできたってことはすっごい満足して、もうそれで暮らしが明るくなってるっていうところもあるので、全体的に満足はしてます。
この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。